こんにちは。今回はスペースバスで利用したガラスラウンジの制作手順を紹介します。強制転送グリッチなどを使った少し複雑な内容になりますので、あくまで参考程度にご覧ください。それでは始めてまいりましょう。まずは基地パーツ設置のガイドとなるコルベット線を作成します。船の中心から後部に2ブロック分の長さを取り、最後尾は地面につけます。ガイドとなるコルベット線はこのようにしました。次に基地の建設パーツを利用できる環境を準備します。作業は離着陸場が建設されていない開拓地で行います。理由はコルベット線の初期配置場所周辺に平坦なエリアを確保しやすいからです。開拓地に初期配置のコルベット線がある状態で、基地のコンピューターの設置場所を探しましょう。開拓地からは300ユニット以上離れていて、初期配置のコルベット線からは300ユニット以下の地点周辺で設置できる場所を探します。設置可能な場所を見つけたら、基地のコンピューターを設置してコルベット線まで戻ります。コルベット線に戻ったら、基地パーツのガイドを作成していきます。ここで注意事項です。より精度の高いガイドを作成するには、このようにグリッチを多用した多くの工程が必要です。今回はこの方法ではなく、簡易的にガイドを設置する方法で進めていきます。では、作業しやすいように一人称視点にしましょう。まずはコルベット線の最下部コンテナに密着させる形で壁を表示します。次に、この壁がコンテナの中央と下部のフレームラインに沿うポジションを見つけましょう。調整が終わったら、対象の切り替えボタンを押して、設置ターゲットを基地のコンピューターにします。そうすると、壁が設置可能になるので、そのまま設置します。設置できたら、精度確認のため、コンテナを包むように、両サイドに壁をスナップ配置しましょう。この状態で精度の確認をします。両サイドの壁の表示領域や上辺のラインがコンテナに沿っているかを見て判断しましょう。ズレが気になる場合は壁を削除して再配置しましょう。今回は両サイドとも大きなズレはなかったので、これで進めていきます。次は高さの調整です。壁や小さい壁などを縦に積み上げて高さの目安とします。コルベット線のパーツに当たらなそうなギリギリの高さを確認しましょう。位置が確認できたら、作成するパーツを仮組みしていきます。今回はこのような形で作ります。全体が確認できたら、いよいよ基地パーツをコルベット線に配置していきます。配置には強制転送グリッチを利用します。対象の切り替えボタンで基地のコンピューターとコルベット線の切り替えができるカメラアングルを確認しましょう。強制転送グリッチはワイヤーグリッチなどと同じくボタンの同時押しで利用します。基地パーツを配置するタイミングで対象の切り替えボタンを先行同時に押すことで基地パーツをコルベット線側に配置できます。こちらは配置に成功したので、隣のパーツと接続しなくなっています。成功したものはこの場所では削除できません。反対に失敗したものはただの基地パーツなので削除できます。つまり、個々に成功確認をする必要はなく、
配置したらとりあえず削除を試みましょう。目的の基地パーツがすべて削除できなくなったら完了です。宇宙船に戻ってコルベット船の製作を再開しましょう。宇宙ステーションに戻ると、基地パーツがコルベット船に配置されているのがわかります。あとは配置した基地パーツに合わせてコルベット船を製作していくのみです。では簡単に製作して状態を確認しましょう。コルベット船内からガラスラウンジにアクセスできることが確認できます。それでは宇宙に出てみましょう。こちらもガラスラウンジに問題なくアクセスできました。またその場で家具なども配置することができます。いかがでしたか？今回は基地パーツをコルベット船に配置する手順をおさらいしました。不具合が起こりやすいグリッチを含むので多用は避けたいところですが、コルベット船製作の可能性が大きく広がります。この動画が参考になったら高評価とチャンネル登録お願いします。それでは皆さん、良い旅を。